今回は最初のデビルハンターこと、中国からの刺客、クアン氏について解説していきます。この動画の内容は第1部の最終話までのネタバレを含みます。未読の方はご注意ください。まずはクアン氏のプロフィールから見ていきましょう。クアン氏は右目に眼帯をした女性のデビルハンターです。気だるげな表情をしていることが多く、表情の変化はかなり少なめです。顔は、美形という言葉が似合う、美しい外見をしています。身長は高めで170センチ以上はありそうです。断層の霊人と呼びたくなるような独特の色気があり、ついつい様付けしたくなる魅力あるキャラクターです。そんなクアン氏は、天智の心臓を狙って、中国政府の命で日本に送り込まれました。自称最強のデビルハンターである岸辺が、全世界の人間が素手で殴り合ったら、クアン氏が一番、と評するほどの強さを持っています。年齢は20代から30代くらいに見えますが、サンタクロースから最初のデビルハンターと呼ばれていることから、実際はかなり高齢であると考察されます。いつ頃からデビルハンターが存在していたのかは不明ですが、年齢が判明しているデビルハンターの中で、最も年齢が高いのは50代の岸辺です。つまり、クアン氏の実年齢は、少なくとも岸辺よりも上の50代後半以上ということになります。次に、クアン氏とその取り巻きについて見ていきましょう。クアン氏は常に4人の女魔人と行動を共にしています。中国政府の仕事のご褒美で、要求はできるだけ聞くと言われた際に、魔人たちに人権と義務教育をと要求していることから、この4人の魔人を大切に扱っていることがわかります。その後、地獄に落とされた際には、自殺の許可を求めるピンピーに、バカ、私がどうにかする、という解消も持ち合わせています。ここで、クアン氏を取り巻く4人の魔人について簡単に紹介します。1人目、ピンピー。別名は二口で、蛇の形をしたポニーテールと愛嬌のある顔立ちをした、小柄な魔人です。輪っか状にしたポニーテールから対象を除くことで、相手が契約している悪魔や、対象の状態を解析する能力を持っています。4人の魔人の中では、最もよく喋るのがピンピーで、表情も豊かで無邪気な性格をしています。2人目。コスモ。コスモは脳みそと眼球が飛び出した異様な外見をしている魔人です。普段はハロウィンとしか発言しないため、会話は不可能です。4人の中で唯一正体が判明している魔人であり、その正体は宇宙の魔人です。宇宙の英知を司り、自身の精神世界に引きずり込んだ人間や悪魔に膨大な知識を流すことで、相手を死ぬまでハロウィンのことしか考えられない廃人にします。ちなみに精神世界ではかなり落ち着いた喋り口調になるため、普段とのものすごいギャップがあります。3人目。ロン。ロンは2本の角が特徴的な魔人です。クアン氏の魔人の中では一番高身長でスラッとしています。口数が少なくおとなしい印象を受けますが、一般常識には疎く、回転寿司で寿司ではなく皿を食べていることからも、知能は低めでしょう。魔人としての能力は火を吹けるというもので、2本の角と火を吹く能力から竜の魔人と考察されます。ロンは両手を手錠で拘束されていますが、戦闘時には自分で引きちぎっているので、拘束具としての効果はないようです。4人目。継ぎはぎ。継ぎはぎは全身に施された縫い目が特徴的な魔人です。口すらも縫い付けていることから、言葉を発することはなく、能力を使う描写もなかったため、どんな悪魔が元になった魔人なのかは不明です。そんな継ぎはぎが唯一活躍するのが、クアン氏の眼下から矢を引き抜き、弓矢の悪魔として蘇生させるシーンです。普段は勝手にその場を離れようとするコスモを黙って指さしたりと、喋らない代わりに動作が豊富で可愛らしいキャラクターです。ちなみにクアン氏は、女性への物腰が非常に柔らかく、自分の魔人を拘束しているパワーに対して、お嬢さんと話しかける描写があります。次に、岸辺との関係について見ていきます。クアン氏は、あるデパートで出会った岸辺から、久しぶりだなと話しかけられます。その後の会話でクアン氏が、元バディからのアドバイスと返していることから、もともとクアン氏は公安デビルハンターだったことがわかります。この際の岸辺とクアン氏の会話は意味深だったため、考察を交えて二人の会話を紹介します。岸辺は盗聴能力を持つマキマに会話を聞かれないよう、筆談でクアン氏に協力を持ちかけます。筆談をしていることが悟られないよう、口頭では適当な会話を続ける二人。この描写は元バディという感じが溢れ出ています。
岸辺が、牧間を殺す協力するなら全てを教える、と言うと、クアン氏は唐突に、タイプだったニュースレポーターの話を始めます。その内容は、好きだったレポーターが年齢詐称していることがバレた結果、その他の悪用や昔の彼氏のことを知ってしまい、気持ちが萎えた。レポーター自身は何も変わっていないのに、知っていることが増えたせいで気持ちが変わってしまった。というものでした。そして、この世でハッピーに生きるコツは、無知でバカのまま生きること、と持論を展開します。これは、牧間の情報を知ってしまえば、今の幸せが壊れてしまう。という拒否にも取れますし、レポーターの話を通して、公安にいた頃に牧間の正体を知ってしまったことで、牧間や日本に幻滅して公安を離れた、と明かしているようにも取れます。クアン氏が何年前に公安を辞めたのか、牧間が何年前から公安に勤めているのかは不明なため、憶測の範囲を出ませんが、どういった経緯でクアン氏が公安を抜けたのか、考察がはかどります。8巻の巻末おまけページでは、岸辺との出会いからバディとして働く二人の様子が描かれています。初対面でクアン氏様と呼ばれていることから、クアン氏は公安に入る前から有名なデビルハンターであったことが伺えます。岸辺とは10年近くバディを組み、出会った時からずっと岸辺の片思いという関係性を続けています。岸辺に口説かれ続けたことで、自分が女が好きなのかも、と初めて自覚しているような描写があるため、岸辺より年上とは言っても、常識的な範囲内での年齢差だと考察できます。また、岸辺はクアン氏に生きてほしいと考えていたようなので、元バディへの好意を未だに持っているようです。岸辺とクアン氏の9年間のシーンで、見た目が老けていってるのは岸辺のみです。クアン氏は、右目の眼帯から矢を引き抜くと、弓矢の悪魔に変身する武器人間です。岸辺と出会った当初からクアン氏は右目に眼帯をしています。年月を重ねるごとに傷が増え、老いていく岸辺と、対照的にクアン氏は、傷も増えず、老いもしないこと。また、30年近く前と全く容姿が変わっていないことから、この頃から悪魔の心臓を持つ武器人間だった、と考察されます。先ほども解説したように、最初のデビルハンターと呼ばれていたことからも、岸辺より年上であることは確定です。そんなクアン氏が、ここまで若々しい見た目を保っていることから、悪魔の心臓を持つ人間は不老になると考えられます。つまり、クアン氏と同じく武器人間である主人公のデンジは、15歳のまま容姿が変わらないことになります。次に、クアン氏が話す中国語について解説します。クアン氏たちが来日して初めて敵と遭遇した際に、魔人に向けて中国語で指示を出しています。この言葉の意味を日本語に訳すと、お嬢さん方、いつも通り残ったものは処分してください。という意味になります。自分が囲っている魔人たちを、お嬢さん方と呼ぶのは、クアン氏らしさが出ており、魔人たちが慕っているのも頷けます。クアン氏たちの戦闘スタイルは、クアン氏が広範囲の攻撃で敵を倒し、攻撃を避けたりした相手を魔人たちが処理する形です。牧間がビッグネームと呼び、岸辺が素手で殴り合ったら世界一と称しているだけあって、クアン氏の戦闘能力は非常に高いです。クアン氏が剣を構えて、とてつもない速度で群衆の間を走り抜けると、その場所にいた人や人形たちが切り刻まれます。生身の人間とは思えない攻撃速度と攻撃範囲ですね。このクアン氏の移動斬撃を武器で受け止めたアキト天使の悪魔は、衝撃に吹き飛ばされて意識を失い、デパートでの戦闘には参加できなくなってしまいました。その後、高速でデンジや公安デビルハンターを倒し、受け身を取り攻撃を仕掛けてきた吉田すらも一瞬で倒しています。このタイミングで岸辺が現れていなければ、デンジたちはクアン氏一人に全員倒されて終わっていました。そんな岸辺すら隙をついて攻撃を仕掛け、一瞬で窓に投げ捨ててデパートから退場させた。クアン氏の強さは計り知れません。まさに殴り合い最強のデビルハンターで、悪魔の力を使わずにこの攻撃力は恐ろしいほどです。その後、一度は倒された吉田がリベンジマッチを希望しますが、この時はかなりいい勝負をしていました。そのため、次世代の素で最強デビルハンターは、吉田になるのかもしれません。クアン氏は眼帯から矢を引き抜くことで、デンジやレゼのような悪魔の姿に変身することができます。この姿が何の悪魔なのかは断言されていませんが、弓と矢を使って攻撃していること、そして公式の人気投票の説明で、弓矢の力を持つと書かれていたことから、弓矢の悪魔と仮定します。
この姿になったクアン氏は、両腕の弓などから、人形をたやすく貫通するほど高い威力を持った矢を無数に放つことができ、正面からは近づくことさえままならない高い攻撃力を持っています。この矢は闇の悪魔の肉片を取り込んだサンタクロースの体すらも、バラバラにしていました。ただし、弓矢の悪魔としての攻撃パターンは高威力の矢を放つのみで、ボムのような汎用性は見られません。しかし、長い戦闘経験を積み、凄まじい戦闘力を持つクアン氏だからこそ、そのシンプルな力が光るのかもしれません。闇の悪魔の肉片を取り込んだサンタクロースが現れたことで、クアン氏はデンジに共闘を持ちかけます。自分の愛する魔人の仇討ちを任務よりも優先したのか、それともサンタクロースを短期で倒すのは困難と思ったのかは不明ですが、近距離戦メインのデンジと遠距離メインのクアン氏は、いいコンビネーションを発揮します。戦闘中、人間としての意識を保ったままサンタクロースに操られて、攻撃してくる人形を差し向けられ、攻撃できずにいるデンジに向かって、人の真似をしているだけと理解すれば殺せるだろ、とアドバイスをしていましたが、自分の愛する魔人が人形にされた時は馬鹿になれず、攻撃を受け止めてハグをするところはクアン氏の魅力です。その後、デンジの必死の攻撃により、共闘していた目的だったサンタクロースがダウンするのですが、サンタクロースとデンジと会話をしている隙を狙って、デンジの首を切り落とす冷酷なシーンでは、クアン氏の計算高さとした高さがよくわかります。あの岸辺がとにかくやりにくい女だなと表現していただけあります。その後、サンタクロースはコスモによって完全に精神を壊されて戦いは終了しました。サンタクロースを倒した直後、クアン氏の元に岸辺と吉田を引き連れたマキマが現れます。するとクアン氏は即座に降参し、魔人たちの安全を確約しようとしましたが、マキマは死体が喋っていると言い放ち、次のコマではクアン氏たちの首が飛んでしまいました。この死体が喋っているというセリフは、ピンツィが少し前のタイミングで、公安デビルハンターに向けて中国語で放った、死体が喋っていると同じ内容です。マキマは意種返しとして同じような殺し方をしたのでしょうが、あんなにも強かったクアン氏が一瞬で殺されてしまったため、読者には衝撃が走りました。このシーンでは目の前でクアン氏が殺されたことを悟った岸辺が、何も見たくねえとぼやく姿も印象的でした。こうしてマキマに殺されたクアン氏ですが、第1部の終盤でマキマの手先として現れます。おそらくクアン氏や武器人間たちの存在が、マキマの作戦に必要だったため、回収され、支配されたのでしょう。このシーンでは、支配されているレゼやサムライソードが、マキマへの行為を抱かされていますが、中でもクアン氏はマキマの下腹に手を当てるなど、他の武器人間に比べてやけに距離が近いです。少しマキマの顔が困惑しているようにも見えて、面白い場面ですね。その後、真の姿になったチェンソーマンを前に、武器人間たちは手も足も出ず敗北し、その後は出てくることはありませんでした。第2部でも再登場の可能性は低いでしょう。以上、クアン氏についての解説でした。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんのお気に入りの場面や気に入ったセリフはありますか？ぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルでは、チェンソーマンについて考察や解説をしています。チェンソーマン好きの方のチャンネル登録をお待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。